脂質もほとんどない最高の食材です。このスープ、これ非常に美味しいです。どうも、最近中年太りが気になるリュウジです。今回はですね、前にですね、脂肪粘脚スープっていうのをやりまして、そのレシピがですね、めちゃくちゃ好評で、ダイエットの方々に他のレシピ飲んでたんですけど全然美味しくなかったんですけど、リュウジさんのめちゃくちゃうまいです。これなら続けられますっていう声がすごく上がって、ずっとこれ飲んでたら4キロ痩せましたっていう方も出てきたぐらいすんごい反響だったんですよ。なんですけど、さすがにトマトベースのスープばっかり飲んでると飽きるだなと思って、皆さんに朗報でございます。今回塩味のスープを私考えていきます。野菜たっぷり使った塩味で最高に美味しい脂肪燃焼塩スープやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まずですね、お肉ですね。前回はシーフードだったんですね。今回お肉使います。ささみ肉です。鶏胸肉でも全然平気なんですけども、鶏胸肉の場合は皮がやっぱ一番カロリーあるんで、皮は取り除いてください。胸肉でも大丈夫です。で、木綿豆腐でございます。今回塩だから豆腐合います。あと人参、あと白菜。でもこの時期なんで白菜安いんで、白菜どんどん使っていきましょう。栄養価も高いですしね。で、あとえのきだけ、長ネギ、ニラです。ニンニクですね。ニンニク入れてください。ニンニクは美味しくなるんで。以上の食材、調味料は概要欄に書いてあります。そちらチェックして。脂肪燃焼スープを作っていくので、何がしようか。自分燃焼スープを作っていきたいと思いますね。これを飲むと情熱が溢れるドリンクがありますね。これを飲んでいきたいと思います。今日はこれではない。これ毎週やるじゃん。じゃがじゃがじゃんけんみたいだね。知らない？じゃがじゃが。コニーちゃん知らないの？令和のじゃがじゃがじゃんけん、流暢交流なんだよやってきてる。このグラスに氷がどれが入ったかで僕の運命を占う、そんな占いだ。はっ、ほぼ入んなかったんで今日です。本キッキーズは復活しないでしょ。あれ中マシンいつも同じのばっか飲んでるから、たまには他ののかな。グロー飲みますか。じゃあいただきます。じゃあ僕を燃焼させていきます。乾杯。ということでやっていきたいと思います。じゃあまずね、ニンニク、まあスープにしちゃうんですけども、はい、こんな感じですね。まずね、ニンニクを先に炒めたいんですよ。できれば同時進行でやった方が楽。じゃあまずごま油大さじ1杯入れます。ここだけねちょっと脂質入れます。はい、まあ、脂質もねなさすぎるのもよくないんでね。はい、でここに大さじ1杯入れてニンニク入れます。でちょっと炒める。でその間に他の野菜を切っていきます。ここね芯の部分ありますから、ここ切っちゃいます。で掴んでたらあれなんですけども、今回掴んでないんで2つに分けて、脂肪燃焼スープの場合はこうやって、細切りにします。その方がスープとして食べやすいんで、鍋とかの場合はもうちょっと大きく切るんですけども、燃焼スープの場合はこれね全部千切り。じゃあこっちも千切りして、はい、こんな感じですね。でニンニクも炒まってきました。でそんなに焦がすまでやんなくていいんで、ちょっとねニンニクの香りが油につけばいいです。そしたらここに白菜を入れていく。白菜はねたっぷり4分の1個使い切りです。ちょっとね分量が多くても構いません。でまあちょっとね炒めると白菜っていうのはねすぐかさが減っていくんで大丈夫です。はい、そしたらえのきだけここ切り落として、まあ大体3等分ですかね。はい、でここは連なってるんでほぐしながら入れていく。えのきだけはやっぱキノコってね非常にヘルシーなんで糖質全然ないので、なんで入れて、あげた方がいいです。入れた方がいいです。でまあ炒めながらね、で炒めていくと野菜の数が減りますので、そしたら人参ね今回ちょっとでかかったんで3分の2ぐらいですかね。 120g って覚えておいてください。半分に切ってこうやって薄切りにする。
薄切りにしたら入れていくって感じですね。脂肪燃焼スープってどういうことなのって言ったら、要はね、野菜がたっぷり入って脂質が少なく糖質も少ないっていうのが脂肪燃焼スープですね。今回は糖質的には人参と長ネギ少し入ってます。糖質もね取らなすぎダメなんですよ。最近糖質ダイエットとか流行ってるんですけども、人間必須なんです。だから取らなすぎも良くない。糖質のあるお野菜も入れます。じゃないと栄養バランスが偏るんでね、野菜たっぷりのスープを1日1食置き換えてやると効果的だっていう風に言われてるんですね。だから僕は本当に痩せたい時はこういった野菜たっぷりのスープを1日1食置き換えてます。はい、じゃあ次木綿豆腐ですね。僕はまあこんな感じでトントントンこんな感じで入れちゃいます。でここでお豆腐入れていきます。お豆腐はタンパク質で優れてて脂質もほとんどない最高の食材です。なんでこいつを入れていく。切っても崩しても全然平気です。そしたらここにお肉と他の食材切る前なんですけども一旦ね水入れちゃいます。めっちゃ跳ねた。多分大丈夫です。今ね 800cc 入れました。で酒が 50cc です。酒を入れると香りもつきますし旨味も足されます。で味付けいきます。鶏ガラスープ大さじ2です。鶏ガラスープは鶏の旨味がありますのでお野菜またお豆腐すごく相性いい。で今回ね野菜の旨味はもちろんあるんですけども、野菜だけの旨味じゃ美味しくならないんですよ。だから鶏ガラスープ入れてます。で白だしです。大さじ2でこれ鶏ガラスープ入ってるのになんでお魚の出汁入れるかって言ったら、鶏ガラスープだけど結構単調になっちゃうんですね。鶏ガラスープと白だしを混ぜたこのスープ、これ非常に美味しいです。で豆腐はなんかこうでっかくね切ってありますけども、混ぜていくごとにこの豆腐で崩れていくんで、崩れたら崩れたら全然いいので、この状態で10分蓋しなくていいんで煮込んでいきます。でその間に切っていきます。他の材料長ネギでございます。長ネギはスープに香りを加えてくれるので、非常にですね優れた食材です。真ん中に割ってでこれで斜め切りする。これで OK、ちょっと置いといて、ニラですね。ニラは最後に加えるんですけども、今の状態で切っておきます。まあ大体なんだ食べやすい大きさ3、4センチ、4、5センチ、こんな感じですね。これ最後に加えますよ。で鶏肉でございます。多くの人たちは筋を抜くんですけども、僕は筋好きなんでこのまま切ります。一刀両断。はい、縦一文字切り、ね、マイトガインですね。タンパク質ってすごい必要なんですよ。どういうダイエット飯も。こういう時はささみとか豚とかでいうともも肉とかを使うと非常にタンパク質が取れます。で脂質は取らないと。で筋が気になる方は除いていいんですけども、煮るとねあんま気にならないから、こうやってそぎ切りするとね、だから別にやんなくていいと思うんですよ。はい、こんな感じで、この鶏ささみはこのまま入れて煮ても全然美味しいんですけども、ちょっと下味にするともうちょっと美味しくなる。片栗粉小さじ1半、塩コショウ下味、結構あるから、これぐらい振っちゃっていいんじゃないですかね。酒大さじ1で、こうすると酒の水分とお酒と片栗粉がコーティングされてささみ肉がすごい柔らかくなる。10分煮てる間のこの下処理が10分で、片栗粉がコーティングされることによってこのお湯に、入れるとコーティングされた片栗粉が凝固されて肉の水分が保たれる。だからパサつかないんですよね。はい、これ実はね意味が。はい、じゃあ10分煮込みましたんで、ささみ肉を入れていきます。多分ねもうちょいでかい鍋でやった方が安心安全だと思う。僕はやっちゃいますけど、でもこのスープはちゃんと火を入れれば3日ぐらい持つんですけども、3日で食い切るようなスタンスでやってるんですよね。だから大鍋ですからコーティングしてあるんで、鶏ささみはこれちょっと煮てもね全然硬くなるんでパサパサしない。すっごいしっとりしてるんですよ。でこれ鶏の出汁も出るしね。
ささみはすぐ煮えるんで、ここでネギも入れちゃいます。ネギはこのスープにね香りをもたらしてくれるんですよ。スープに浸しておくとすぐしなしなになってるんで全然平気です。でここで味を見てください。で塩気が足りなかったらお塩入れてください。僕は足りないんで塩入れます。この塩の分量っていうのは人によって違いますね。濃い味が好きな人と薄味が好きな人、これって好みであり、人間の必要な塩分量っていうのは体格によって違ったりするんですね。体格の大きい人は塩分量欲したりするんですよ。女性の方が薄味を好むっていう風に言われてるんですよ。だから男性が好きそうな味とか女性が好きそうな味って全然印象が違うんですよね。なんでここら辺は調整してもらいたいです。僕は男性で酒飲みなので結構強い味が好きです。お塩小さじ4分の1これ入れます。はい、でここで、今塩分入れたんでもう一回、入れます。もう一回味見します。で僕はもう一振りの塩を入れて、でここで黒胡椒、今んとこだと優しい味がするんで黒胡椒の香りを入れて引き締めます。僕クラスになるとね黒胡椒必須なんでもう振らないです。こうやって入れる。で今もめちゃくちゃうまそうなんですけども、最後にニラで、ニラは芯の方が入れてね、でちょっとなじませます。はい、でニラも余らした方があれなんでもう全部入れます。はい、最初茎の方、あと葉の方、先っぽの方で、ニラはもうすぐ煮えますんで、はい、こちらで脂肪燃焼塩スープ完成でございます。いいですか？じゃあ食べます。鶏だしが濃く出ててこれはうまいわ。塩味ベースなんで非常にさっぱりしてます。一口ごとにがっつり野菜が入るから罪悪感全くないですね。鶏ガラスープと白だしを合わせて入れたことによって非常に深い味になってますね。これで私味変かもしれないし行かせていただきたい。若干脂質は上がっちゃうんですけども、僕が好きなのはラー油ですね。うまっ。ラー油の香りってやっぱすごいな。やばい。ダイエットに効くとは思えないぐらいうまさ。じゃあここでですね立ちます。休館日。チャンネル違う。おお濃厚だね。うまいね。うまいな。哲也さん大歓迎。ほぼ哲也のため。これで無糖なんだろうね。まあラー油もいけるし、まあ柚子胡椒もちょっと食べるし。柚子胡椒。柚子胡椒の気がするんだよね、まだね。柚子胡椒じゃないですか。そのまんまでもうまいけど、2日目3日目でも全然食う。あ、ごめん、柚子胡椒だわ。うまいね。うまいわ。これ。魚じゃなくてなんか魚のタラとかってうまい。あ、タラでもうまい。あ、いいっすね。だからシーフードでうまいな。みんな一心不乱にして何も喋んない。たまにこういうレシピやると受けがいいね。スタッフにな。めちゃめちゃ食う。めちゃめちゃ食うじゃん。自分を燃焼スープでこう体重調整してる方いらっしゃると思うんですけど、してない方もめちゃめちゃ使えるレシピなんで、トマト味だと好き嫌いが分かれるんだけど、多分ねこれは好き嫌いあんまないと思うんだよね。塩味のスープだから。なんで今まで僕の脂肪燃焼スープやってきてくれた人はこれと日替わりみたいな、週替わりでもいいし、やってたやつを続くんじゃないかな。なんで皆さん酒にも合いますので、ぜひこの脂肪燃焼塩スープやってください。得意すぎだよ。今やってる本気。いや、わかんねえ。カチャップとか見るけどね。おはスタ？おはスタはやってるでしょ。レイモンドどこに行ったの？レイモンドどこに行ったの？割と前からおらんね。レイモンドどこ行ったの？あれおはスタって終わってないんだっけ？なんか暴れる君がポケモンやってるの。ああ、あれ山ちゃんがいなかったっけ？山ちゃんもいないんじゃない？レイモンドは？レイモンドは特に。今国は？今国ももうだいぶいない。あ、そう。じゃあ代表です。今日です。レイモンドがいないのは今日です。でも36歳にしかわかんないよ。